こんにちは。北大低温科学研究所の杉山真と言います。今日は私たちが研究に取り組んでいる氷河氷床についてお話ししたいんです。皆さん、氷河氷床って言われて何のことか分かります？例えば今画面に映っているのは宇宙から見たグリーンランド氷床です。氷河ならまあまあいけると思うんですけれども、氷床って言われてそれ何っていう人多いんじゃないかと思うんです。そこで初めに氷河氷床とは何か、また氷河氷床が地球規模の環境にどんな役割を果たしているか、そんな話から始めさせていただきます。地球を宇宙から見ると、今画面にあるようによく見慣れた青い海と緑や茶色の陸地が広がっています。でこれをぐるんと回してみると、南半球の先には南極大陸があります。南極大陸は陸地のほぼすべてを雪と氷が覆った大陸です。でこのように大陸規模で陸が覆われた雪と氷、これを氷床と呼びます。今度は北半球の方を見てみましょう。日本列島から太平洋を渡って北米大陸で、その先、この画面の右上に白い塊があります。でこれが地球上にある2つ目の氷床、グリーンランド氷床です。北極海に面しています。そしてこの画面の中央、北米の北アラスカに白いものがちらちら映ってませんか？これ何でしょう？ずーっと拡大していくと、これただの雪じゃないんです。アラスカの高い山に降って降り積もった雪が徐々に氷に変わって、で谷を下の方へ川のように流れている山岳氷河です。でこのような山岳氷河、アラスカだけではなくて、例えばヒマラヤ、ヨーロッパのアルプス、それから南米のパタゴニア、世界の各地に存在しています。で例えばこの氷河の氷が溶ければ、下流の方で生活している人たちに必要な真水になります。でその水が海に流れ出せば、当然海水面の高さを変化させます。そして海水の塩分濃度を変化させます。そしてこれ画面見たら分かりますけれども、氷があるところだけ真っ白じゃありません？白いということは、太陽の光エネルギーを効率よく反射して地球の気温が上がりすぎることを防いでいます。そして山岳氷河、特に山の上から流れてくる氷が陸地を削って、で氷河があるところに特有な地形を作り出します。こういった観点で氷河氷床は地球の環境にとても大きな影響力を持っています。で我々はそういったところに注目して、世界の氷河や氷床が今変化しつつある気候の下でどう変わっていっているか、そんなことをテーマに研究しているんです。それではその氷河氷床、そういったものの変化をどう観測したらいいんでしょうか。例えばこれは最初に見ていただいた地球で一番大きな氷の塊、南極氷床です。こんな大きなものをどう捉えたらいいと思われます？南極氷床は日本列島のだいたい40倍近くの面積があります。でこれだけ大きな氷の塊がその大きさをどう変化させているか、実はつい最近になるまでよく分かっていませんでした。それが最近になって人工衛星の技術の発達によって少しずつ理解されつつあります。例えばその一つが、地球の表面の標高を数センチというオーダーで正確に測る標高測定衛星 ICESat という人工衛星です。これアメリカの人工衛星ですけれども、例えば南極氷床の上をこの ICESat が飛んで、南極氷床の表面高度を正確に測ります。でまた何年か置いて同じ軌道を ICESat が飛べば、その標高を比較することによって氷床の表面の高度の変化、つまり氷床の氷の体積変化が分かることになるんです。でその結果を一つご紹介します。
これはもう本当につい最近2009年に発表された成果ですけれども、南極氷床の表面の高度の変化を ICESat で測定して、その変化の速度を色分けで示したものです。で、図中の黄色で示したところはほとんど変わってないところで、赤いところは年間1メートル 1.5 メートルという速度で表面が低下しているところです。で、逆に上昇している青いところも少しあります。しかしながら、画面の左の方、これ西南極と言いますけれども、海の近く沿岸に真っ赤なところが見えますか？あの辺りは今1年間に1メートル以上の速度で氷が失われていっているところです。で、南極氷床全体で見てもそういったところの影響を受けて氷の量が少しずつ減っていっていると言われています。で、こういったことはここ本当に数年で分かるようになった新しい事実なんです。それじゃあどうしてあの赤いところで氷が減っていると思います？よく言われているように地球の温度が上がって氷が溶けているんでしょうか？で、実際はそうじゃないと言われているんです。で、そのメカニズムを説明するのが次の図です。で、これも同じ南極氷床、人工衛星で測定した氷の流れる速度を示したものです。南極氷床は内陸で雪が降り積もって、その氷がゆっくりゆっくり海に押し流されていきます。で、その速度を色分けで示しました。で、内陸の黄色や茶色いところ、あの辺りは年間で数メートルから10メートル、ゆっくりゆっくり氷が流れているところです。ただ、海の近くに行くと、まるで川のように内陸に切れ込むとても速い氷の流れがあります。図中では青で示したところです。ああいったところは年間数百メートル、または何キロも氷が動いて、南極の氷を海に氷山として流し出しているところです。で、今こういった氷の速い流れ、氷流とか南極の一流氷河って言いますけれども、こういった氷流や氷河の流動速度が加速して、以前よりも氷が海にたくさん流し出されるようになった。それが南極氷床の氷の変化の原因だと言われています。で、ここまで聞いていただくと皆さん、南極氷床なんて氷河なんて、人工衛星のデータ見てればほとんどのこと分かっちゃうんじゃないかと思われたんじゃないかと思います。ただし、やっぱり宇宙からじゃ見えないこともあるんです。現場に行かないと分からないこともある。で、後半は、私たちが特に力を入れているそんな現場の氷河氷床の研究をご紹介したいんです。例えばこの図見ると、なんであんなところだけ氷河が速く流れているか不思議じゃありません？だって10メートルで流れているところもあれば、何キロものスピードで流れているところもある。で、その分布はこの人工衛星のデータで分かるんですが、なぜそうなっているかは宇宙から見ているだけでは分かりません。で、我々そんなところに着目して氷河の流動のメカニズムについて現場で観測を行っています。で、まずこの映像を見ていただきたいんです。これ皆さん何だか分かります？何か石のようなものが映って、チラチラなんか動いてます。これちょっとクリアになりましたけれども、これ実は氷河に10センチから15センチぐらいの直径でドーンと縦穴を開けて、でこの画像の場合は100メートルから150メートルぐらいの深さですけれども、氷河の底をビデオで撮影しているところなんです。今そのビデオカメラが掘った穴の中を引き上げられています。で、こういった穴を掘る技術なかなか難しくて、で我々は熱水を使ってこういった穴を掘る技術を開発して、世界の氷河氷床で研究を行っています。で、その一つとして昨年我々が南米のパタゴニアというところで行った研究の例をご紹介いたします。南米のパタゴニアって聞いたことあります？南米のチリとアルゼンチンの国境にまたがる南北にずっと伸びるとても大きな氷の塊があります。で、これをパタゴニア氷原と言います。で、北の端から南の端まで、北海道でいうと稚内から一番南のえりも岬まで、そのくらいの大きさで氷が広がっています。
で我々はこのパタゴニア氷原にある氷河の一つ、ペリートモレノ氷河で観測を行いました。でペリートモレノ氷河は画面の左から右、合ってますかね、合ってますね。画面の左から右に向かって流れて、氷河の末端が湖に浸かっています。でこのように氷河の末端が水に浸かった氷河のことをカービング氷河といって、とても氷が流れる速度が速い、また変動が激しい氷河として知られています。でさっき見ていただいた南極の沿岸の氷河漂流、ああいうのはみんなカービング氷河です。海に流れ込むカービング氷河で、我々このペリートモレノ氷河で観測を行いましたけれども、まずはこれも映像でどんな感じか見ていただきたいと思います。これペリートモレノ氷河の上です。ものすごく風が強いので有名な地域です。で我々氷河の外にキャンプがあったので、毎日2時間ぐらいかけてこういうところを歩いて観測地点に行きます。でこれが氷河に穴を掘る熱水掘削の装置です。ノズルから80度ぐらいの温度のお湯を吹き出して、ゆっくり氷を溶かしながら氷河の底まで穴を開けます。でこれは熱水を通すホースをゆっくりゆっくり氷河の中に落としていっているところです。この黒いホースの中を80度ぐらいのお湯が通って、ホースの先端で氷を少しずつ溶かしていきます。で我々大体丸2日ぐらいかけて厚さ500メートルのこのペリートモレノ氷河に穴を開けました。でここで我々どんな観測をしたかというと、まず氷河の流動速度、流れる速さを測ったんです。で氷河の上に GPS という装置を設置して、1、2、3という3つの点で氷が流れる速度を精密に測定しました。でその結果がこちらです。横軸は日付、昨年の3月です。で1メモリが2日間になっています。で縦軸が流動速度で、これ見ていただくと、青い点、氷河の中央では1日に約 1.5 メートルの流動速度で氷が流れていること。でさらに面白いのは、その流動速度が日周期で変化していることです。昼間から夕方にかけて氷河は速く流れます。で夜から明け方にかけてスピードが遅くなる。でその変化が多い時で 1.5 倍ぐらいになることが分かりました。じゃあこれがどうして起こっているのか。それを明らかにするために、先ほど掘った穴の中に底面から上がってくる水の水位を測りました。でこの水位というのは氷河の底の水圧を測定しているのと同じことなんです。で測ってみたら、掘削口の中の水位は氷河の末端にある湖の湖面よりも100メートル以上高くて、で氷の厚さの9割近くまで上がっていることが分かりました。でこの氷の厚さの9割っていうのは氷河にとってとっても大きなことなんです。例えばグラスに氷を入れて、でそこに水を注いでいったとする。そうすると水が氷を全部浸す前に氷は水に浮かび上がってしまいます。これは氷の方が水よりも密度が小さいから起こる現象ですけれども、氷河でも同じです。もし掘削口の水位が氷の厚さの9割を超えると、もう氷河全体が持ち上がってしまって氷はさっと流れちゃう、そんなことを示しているんです。で我々の観測では掘削口の水位は9割近くまで上がってきた。でさらに画面よく見ていただくと、日周期で小さな変動を示していたんです。でこの掘削口の測定結果を流動速度と比べます。でその結果は、掘削口の水位が下がると流動速度が低い。で掘削口の水位が日中上がると流動速度が上がる。つまり昼間の間、氷や雪がよく溶けて氷河の底面の水圧を押し上げる。でその水圧のごくわずかな変化が流動速度を変動させているということが明らかになりました。でこういう観測、すごく細かい流動速度の変化とか、氷河の底で何が起こっているか、こういうことは絶対人工衛星じゃわからないデータなんです。で我々こういった結果を受けて、今度のターゲットは南極氷床なんです。でこれは南極氷床の沿岸にあるラングホブデという氷河です。画面の右下から左上の海に向かって氷が流し出されています。で我々は今年の12月から来年の1月にかけて、ここで、日本の南極観測隊の一員として掘削と観測を行う予定で、
来月の出発に向けて今準備を行っているところです。また次の機会にはこの結果を聞いていただけるといいんですけど、で今日は2つのことを氷河氷床の研究に関してお話ししました。で1つ目は人工衛星です。で今人工衛星の技術が発達してこれまで見えなかったいろんなことが見えるようになっています。でこれは日本の技術も大きく貢献していますし、とても大事なことです。ただし、いつまでたっても現場に行かないと絶対分かんないことがあります。で私たちは特にそういう、現場で目で見える事実を大切にして研究しているんです。でもし若い皆さんも興味があったら一緒に現場に行って、本当のことを見てみませんか。はい、ありがとうございました。以上です。